お、起きた起きた。貴様、1週間眠りっぱなしだったぞ。壮健なのか？まあそれだけ騒げれば壮健だろうが。いや、そんなことより貴様に聞きたいことがある。一体どうやって天から落ちてきた？いや、そもそもどうやって天に昇った？あれか、貴様は死人でいわゆる幽霊とかいうやつか。いや、幽霊は触れないと聞くが、貴様はちゃんと触れるな。では違うか。他にも聞きたいことがあるぞ。あの光の玉は一体どういう手妻を使ったのだ？あれほど強い光、我は初めて見たのだが。燃料は何だ？エゴマか？それとも昨今流行り出したという新しい菜種油というやつか？なんだ、油ではないのか？ではどんなからくりだ？いや、よく考えると違うな。あの光は灯火の光のような弱々しいものではなかった。言うなれば空に輝く日輪がごとく強い光を放っていたものな。ということはあれか、お前は仏教徒どもが言う大日如来とやらの化身とでも言うのか？それにしては貧相な体つきであるな。だったらやはり貴様は何者だという話に戻るが。どうした？何か言ってみせよ。黙っているだけでは何が何だかわからんではないか。お前こそ誰だ？新田だと？ほほ、新田市の出身か。お前の出身ではないか。一体どこの出だというのだ？東京、神奈川？意味がわからん。東京とはどこの村だ？京とつくからには山城の国かどこかか？それに奇妙な服を着ておるが、都ではそのようなものが流行っているのか？都ぶりというのはそのようなものを言うのか？神奈川というのもわからん。都の周辺にそのような川があるなどと我は聞いたことがないぞ。わけわからずなやつじゃな。とにかく我の知らんことがあるのは不愉快である。すべて言え。何をジロジロと見ておる。無礼なやつだ。まあよい。許す。言うてみよ。であるか。まあ1週間も眠っていたのだ。是非もなし。では我が教えてしんぜよう。ここはな、織田が治める尾張清須の城下町であり、この部屋は我の屋敷の一室だ。そうだ、1週間前我が治めるこの尾張清須に向けて駿府館の今川治部の太夫が侵攻してきたのだ。我はそれを迎え撃つため風にて田楽狭間に進出し、奇襲を仕掛けて義元の首級を上げ勝利を得た。その時、そう、
新助が義元の子宮をかき切ったちょうどその時だ。貴様が天から落ちてきたのは。なんじゃ、貴様が天から落ちてきたと言ったが。どうもこうも、我は事実を伝えてやっただけだ。それとも何か？我が嘘をついているとでも言うのか、貴様。我を嘘つき呼ばわりしたわけではないのだな。ならばよい、許す。なんだ、何をいきなり笑う。おい貴様、さっきから何を一人でぐちぐちと言っている？はっきり喋れ、はっきり。我はそういうぐちぐちとするやつは好かん。腹をくくる、そういう潔いのは好きだ。嫌だ。なぜこの我の名をどこの馬の骨ともわからんやつに教える必要があるのだ？まあそうも思ったが、その間抜けた面はどうやら資格でも何でもなさそうだ。だったら教えてやらんでもない。聞いて驚け。我の名は織田三郎久遠信長。織田家当主にして夢は日の本の統一なり。意味名を呼ぶとは無礼であろう。我のことは織田久遠と呼ぶがよい。真の名と書いてマナと呼ぶ。通称とも言うが、まあどちらでもよい。そういえば貴様は新田健介と言ったな。どこが意味名でマナはどれになるのだ？ほう、マナがないとは面妖な。がマナと意味名が同じ地方もあるという。我も常々その方が合理的だと考えているが、いかんせんこの世は礼にうるさくてたまらん。ある。そも意味名というのは親か己が仕える主君のみが呼んでいい名前だが、敵対勢力が呪いを込めて意味名を呼び捨てることもある。意味名というのはその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、その名を口にするということはその人物の霊的人格を支配することができるということだそうだ。甚だ不合理で理屈に合わん。人は人だ。霊だなんだとうさんくさいことこの上ないが、この世の多くの凡人がそう信じている以上、それが常識ということになる。
だから意味名については普段使いでは気を使うが、マナというのは親しい間柄ならば気安く呼んでよい名である。日常的に使いやすく合理的だ。しきたりというのはくだらんことも多いが、まあ通称については特に不便でも不快でもない。これはこれで構わんだろう。ところで健介、先ほど貴様はよくわからんことをのたまっていたが、どういう意味だ？東京がどうとか神奈川がどうとか言っておっただろうが。どうしたのだ？我の質問には答えられんのか？なんだ？すごいこと？どういうことだ？もそっと具体的に言わんと人には伝わらんぞ。ふむ、許す。いえ。貴様の言う通り、にわかには信じられん話だ。貴様はそれをどうやって証明する？おい健介、我の目を見ろ。我の目を見ろと言っている。嘘のない瞳をしている。よかろう。貴様の言うことを信じてやる。何を驚いている？なるほど。理屈としてその考えは正しい。だがな健介、人は理屈のみで生くるにあらず、我のような立場の者はな、瞳を見れば
そのものがどのような人物かわかる。そのものが卑屈なものか、鮎追称の徒であるか、はたまた正直者であるかな。それを見抜けなければ、上は下に背かれ、下は上に潰される。それが下克上渦巻く今の世の常だ。戦国時代というのがどのような時代かは知らんが、今は応仁より続く乱世。戦国というのもあながち間違いではなかろう。でだ、貴様が違う世界、時代、なんだかよくわからんが、そういうところからやってきたというのはなんとなく理解した。だが、何のために来たのだ？なんだ、手のひらを見せて。お手上げ？己がなぜここにいるのかわからんというのか。おい。では先に言わせてもらおう。貴様、行くあてはあるのか？ないのか。しかしその割には泰然としているな。なるほど、いい心がけだ。ますます気に入った。健介、我の家臣になれ。我の家臣となれ。そうすれば飯も住むところも着るものも金も我が何とかしてやろう。どうした？何を迷う？貴様にとっては破格の条件だと思うが。ほう？貴様にとっては喉から手が出るほど魅力的な条件だと思うのだが、我の勘違いか？ならば貴様はバカであるのか？いえ。我は聞きたい。戦場では当然のことだ。特に今は応仁より続く戦乱の真っ只中。殺さなければ自分が殺される。ならば殺して自分が生きるのが当然ではないか。飯はどうするのだ？当てなどないだろう。
わかった。ならば家臣というのは撤回しよう。それはおけ。我が新たに貴様に提案してやる。衣食住を満たしてやる。その代わり我の夫となれ。そうだ。とは言っても本当に我と祝言を挙げろとは言っておらんぞ。我には妻はいるが夫はおらん。だがいくら子種のためとはいえ、はたまたそれが戦国の習いとはいえ、勢力争いの延長線上でどこぞの誰かに恩着せがましく押し付けられる身の程を知らん輩やうつけを夫としたくはない。だからそういうことだ。なかなか里いやつだな、貴様は。たわけ者！誰が貴様の子種をよこせと言った！人の話を最後まで聞け！貴様を夫としてそばに置いておけば、我を押さえつけようとする輩やすり寄ろうとする輩が夫なる者を押し付けようとは思わんだろうが。そういうことだ。衣食住は提供してやろう。その代わり貴様は我のそばにおれ。どうした？これも破格の条件であろう？どうしてそう思う？当たりだ。判断の基準？よく働く頭を持っておるな。確かにそういった節はあるかもしれんな。自分で選んだ道か。わかった。真意を明かしてやろう。先ほど我は今川治部の太夫と田楽狭間で戦ったと言ったな。そうだ。そして我はそこを重視しておる。今この日の本はまさに乱世だ。我の母信秀より続く尾張の織田壇上の中という存在はついこの間までとてもちっぽけなものだった。そして今川治部の太夫は東海一の弓取りと謳われるほどの戦上手であり、今川家は寸縁を治むる日の本では名の知れた勢力であった。
ちっぽけな織田家と巨大な今川家。戦は出会ってすぐに開戦というわけではなく、予兆があり準備があり、そして行動し開戦となる。今川家が大々的に上洛を喧伝していたその期間、この日の本の全てが我ら織田家と今川家の戦いに注目していたことだろう。その未曾有の戦いの最中、突如現れた謎の男。そう、貴様のことだが、その謎の男のことを貴様であればどのように捉え、どのように見る？勝利したのが義元なればまた違った意味もあろうが、田楽狭間の戦、勝ったのは織田だ。ちっぽけな存在と侮られていた織田なのだ。もちろん我は小勢でも勝つ。いや、生き残るために知恵を絞り手を打った。そして勝利をつかんだ。しかしな、世間のスズメは我がやってきたことなど毛ほども考えん。ちっぽけな織田が勝ったのは当主である我の力ではなく、他に要因があるとな。そしてスズメ好みの出来事が田楽狭間では起こっているのだ。そういうことだ。やはり里いな、お前は。当然だ。だがな、世間という庭にいるスズメどもはな、そこを大空の下にある大地だと思いたがるものだ。下男が住む長屋の庭だとは気づかずにな。なぜならそう思わないと自分が惨めになるからな。だからスズメは己の思いつきを是とする。そして残念ながら我もうつけの一人だ。貴様に霊剣があるとは話している今となってはこれっぽっちも思いはしない。だが他人に取られるとなれば少し惜しくも感じる。だからそばで監視したいのだ。飾っても始まらんか。そういうことだ。ころりと意見を変えたな。どういうことだ？我は善人などではない。もっと他のお前にとって都合の悪いことを考えているかもしれんぞ。
ぜそう言い切れる？あって当然だ。打算もなく生きていると抜かすやつは舌を引きちぎってから無残に死ねばいい。耳障りの良いきれい事を並べ立てる輩が好かんだけだ。で、はあ、それだけか？それがお前の打算なのか？うさんくさいにも程があるわ。だがまあいいだろう。貴様が尾張にいると決めたのならばな。空腹か、さもあろう。1週間寝込んでいたのだからな。待っておれ。今すぐ飯の準備をさせよう。我はまだ公務が残っておる。夜にでももう一度話を聞かせよ。絶対だぞ。約束だからな。よし。では我は行くが、貴様はここでおとなしくしておれよ。いいな。
お客様、よろしいでしょうか。ただいまお食事をお持ちいたしました。給仕を承ります。私、織田三郎が妻、機長と申します。ふつつか者ではございますが、吉名に。いえ、久遠より言いつかっております。では、ただいまお給仕を。ですが。いえ。久遠の夫になるのですか。あなたに久遠の夫が務まるとは思えませんが。あなたにあの子の何がわかるのです？気楽な気持ちで受けたのならばすぐに撤回し、この国から出て行ってくれませんか？ちょっとあなた、私の話聞いているの？何でしょう、出て行くつもりになりましたか？あ、どうぞ。はい。それはそうですね。わかりました。では久遠が公務から帰ってきてから話しましょう。
あなたの頭はよほどにお安いのですね。先ほどから頻繁に頭を下げていらっしゃいますから、男ならばもっと凛とされていればどうです？難癖でした。すみません。ありがとうございます。それでは私はこれにて失礼いたします。クオンが戻り次第お声掛けいたしますので、しばしの間おくつろぎください。